今こそこの扉を開く時。さすがだな。劇団荒海乙女企画。有名な劇団から知る人ぞ知る劇団まで集まっているだけのことはある。正直、どの劇団が優勝してもおかしくないって感じだよね。ああ、どの劇団もハイレベルだからね。しかし、次は優勝候補と言われている劇団だ。さらに期待できそうだよ。朝日さんたちのチームか。なんだ、急に劇場が。見つからないな。朝日さんが客席から。もしかして君かい？僕の運命の人。私？それとも、もしかして、たくましい腕の君かい？俺？どうも違うようだな。こんなに探してもいないなんて。僕のプリンセスは一体どこにいるんだろう。つかみはバッチリだね。なるほど。朝日さんは運命の姫を探す王子だったか。隣で稽古を見てはいたが、通しで見るのは初めてだ。どんなショーになるのか。楽しみだな。どうしてこんなに探しても僕のプリンセスは見つからないのだろう。もしや悪い竜に囚われている？ならば助け出さないと。王子、そもそも姫はどんな人か知ってるの？そりゃあもちろん。僕のプリンセスはそれは深い愛で僕を包み込んでくれる存在さ。深い愛ね。なんだか漠然としてるな。ねえ、本当に僕のプリンセスはいるのかな？なぜそう考えるんだい？昔僕を育ててくれたばあやに、いつかあなたを深く愛する人が現れるでしょうって言われて、ずっとそう信じてきたけれど、僕は王子なのにバカで役に立たないから、こんな僕を愛してくれる人は本当にいるのかなって。ああ、そうか。やっとわかったよ。愛をもらおうとするんじゃなくて、僕はただ愛そうと思えばよかったんだ。そして共にいたいと思える誰かと生きて、愛を育てていけば、本当は誰だって僕のプリンセスだったんだ。伝わってくる。王子の胸に広がる温かさがこちらにまで。さすが朝日さんだ。そうだね。脇を固める皆さんも含め、とてもレベルが高かった。脚本も演出も巧みで、思わずのめり込んでしまったよ。でも負ける気はしないだろ。ちょっと人のセリフ取らないでよ。前のお返しだ。役者ならば誰でもいいセリフは欲しいものだからな。なあ、何せ今から最高のショーができるんだ。では皆に見せようではないか。ワンダーランズショータイム、その進化した姿を。ワ
次でやっと最後か。どこの劇団も悪くなかったけど、想像の範囲内って感じだな。面白かったのは玄武朝日くらいかな。とにかく演技の引き出しが多い。彼の力で、ショー自体のクオリティも一段階上がっていた。やっぱり使えそうなのは彼ぐらいかな。ああ、いいよ。本当にエミリーはあの話が好きだね。ん？ああ、最後はあの上白くんの劇団か。今回はどこまでやれるか。お手並み拝見ってとこかな。さあ、いよいよだ。合同練習の時からすでにかなり完成度が高かったけど、みんなのあの自信、きっと何かやってくれる。どんなショーになるんだろう。昔々あるところに勇敢な王子様と優しいお姫様がいました。王子様は魔王に捕まったお姫様を助けるため、たくさんの試練を乗り越え、そしてついに魔王を打ち倒しました。姫、かの魔王を打ち倒し、お迎えに参りました。王子、愛しい人、あなたとならばどこまでも行けましょう。そうして二人は結ばれ、幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。そしてここからはその先、めでたしめでたしの後のお話です。さあ、行くぞ。はあ、なぜこうなってしまうのだろう。ハートのことを大事に思っているのに、顔を合わせればお互い喧嘩腰になったり、嫌味を言ってしまったり。いや、理由は分かっている。王子としての仕事が忙しすぎるせいだ。ハートもそれは分かっているからこそ手助けしようとしてくれている。なのに俺は、いや、きっと話し合えば新たな道が開けるはずだ。人と人も国と国も手を取り合えばこそ繁栄する。愛し合う者同士ならなおさらだ。よし、仕事を終えたらハートに会いに行ってとことん話し合おう。相変わらず体力だけはありますね。しかし困りました。早く弟君様にその座を渡していただきたいというのに、やはりあの手を使うしかなさそうです。ハート、俺たちはちゃんと話し合って。どうしたのプレス。話、よし、今日の仕事はこれで終わりだ。この後は隣の国の使者と朝廷の話をする予定じゃ。そんなことをしても国の仲が悪いのは治らないだろ。それよりハートと遊びに行った方がいいさ。ブレス、山の方で異変があったらしいの。黒い雲が渦巻いてるって。みんなが心配してるから誰か調査に行かせた方が。はあ、心配しているだけなら放っておけ。そんなところまで気にしていたら疲れるだけだ。民の声なんて聞いているふりをしておけばいい。奴らは俺たちがどれだけみんなで幸せになれるように、苦しむ者が一人でも減るようにと考えたところで、その努力を分かろうともしない。
自分たちに都合がいいルールができた時だけこちらをおだて、そうでなければ文句を言うだけだ。そんな奴らのために汗水垂らす必要はない。違う。確かに今のブレスは私と一緒にいてくれる。でもあら、あなた以前ブレスと一緒に私を助けに来てくれた妖精さん？呪い？そっか。だからブレスは。どうして早く気づけなかったんだろう。それより、妖精さん、呪いはどうやれば解けるの？やっぱり、ワンダショはすごいな。役者はたった4人。なのに、とても壮大な話に見える。これもルイ君の演出がなせる技だろうな。それに、司くんたちの演技も随分レベルアップしていたし、ここからの展開にも期待ができそうだ。司くんは、最後の絶望を、どんな風に演じるんだろう。なんとか岩場を越えられた。ああ、そうだな。間もなく例のシーンだ。大丈夫だ。練習は何度もした。呪いの花まではあともう少し。ブレス、あの坂道を登りきれば頂上よ。ああ、ありがとう。そうだ、あともう一息だ。あともう少しでこの呪いも。ブレス、花まであともう少しなのに。ブレス、ここだ。絶望に飛び込め。俺が絶望するならば、きっとその時は夢を失う時だ。だが俺が夢を諦めない限り、その瞬間は訪れない。決して絶望もしないだろう。しかし一つだけ可能性はある。もしも世界の方が変わったら、そしてその世界にどれだけ抗っても俺が無力なままだとしたら。ここは駅前。なぜこんなに荒れ果てて。いや、そうだ、思い出した。変わってしまったんだ。いつの間にかこの世界は憎み合う世界に。許せない。僕はただ普通に暮らしたいだけなのに。どうしてこんなに苦しいの？そうか。あいつらのせいだ。そうだ。あいつらがいなければ。
話せばわかると言いたいのか？そんなのは理想論に過ぎん。そうだ。現実は違う。あいつらが私を苦しめてるの。だから邪魔なあいつらさえいなくなれば。そうよ、そうすれば幸せになれる。違う。それではみんなで笑顔になれない。誰かが傷つき泣くことになる。みんなで笑顔になるんだ。そしてそのために俺はショーをやる。今こそ笑顔を届けに行くのだ。さあ幕が上がるぞ。勇者ペガサスが皆の夢を守りに行く。ショー？そんなもの見てる時間はないの。作り物で喜んでいるほど暇じゃないんだ。帰ってくれ。ならば道化師のショーだ。お嬢さんの笑顔のためなら地球に玉乗りでもしてみせよう。そんなことより私を救ってくれる人はどこ？不幸をばらまく連中を叩きのめさなければ。いや、まだだ。何度でもやってみせる。みんなが笑顔になるまで何度でも。これは小さな希望の物語だ。憎み合う人々がまた手を取り合えるようになる、そんな小さな。もういいよ。そういうのくだらないよ。一瞬だけ楽しんで笑って、そんなこと繰り返してどうするの？お腹が膨れるわけでもない、病気が治るわけでもない。そのくせ愛とか希望とかキラキラしたものばかり見せられて、何も持ってない自分が惨めになる。そんな。それにみんなで笑顔に。それこそいらないよ。僕たちを苦しめるあいつらに笑顔になる資格なんてない。俺は行く。こんなところにいても時間の無駄だ。まったくだ。一人でも多く敵を叩きのめさないと。誰も近づかないで。誰も。そういうのも全部くだらない。おい待て、どこへ行くんだ。待ってくれ。まったく直視しがたい現実だ。こんなにも人が憎み合えるなんてね。垣根を越えるショーなんてなかった。ショーは無力だ。ルイ。いやまだだ。諦めたら終わりだ。笑顔は戻ってこない。だからショーを続けるんだ。そうすればきっと。でも誰も見てくれない。みんな誰も信じられなくなって、家から出てこなくなって、歌も届かない。それでも
それでも諦めたらおしまいだろ。僕たちが諦めずにいるだけじゃダメなんだ。観客がショーを求める人々がいなければショーは無意味になる。無意味になったんだ。そんな。誰も必要としていない。もういいよ。俺たちのショーも笑顔もいらない。そういうのくだらないよ。なら俺はもん？え？もういい。ありがとう、ハート。だがもう無理だ。俺にはどうにもできない。ブレスったらあなたらしくもないわ。いいんだ。もう俺が何をしようと、人は憎み合い、国は争い続ける。平和のためにどうすればいいのか考え続けても、行動し続けても、どうせ何も変わらない。すべて無意味なんだ。